メジロマックイーンを主人公にしてスパイファミリーを元ネタにした同人漫画ムパイファミリーを完成させただけなのになぜか追われることになったのでいつものようにトレーナーのところに助けを求めに行くメジロドーベル。助けてトレーナー。あら？開かない？え？鍵でもかかってるの？なんで？なんでとか言っちゃうんだ。多分あなたの自業自得ですよ。ちょっとトレーナー、開けてよ。あたしよ、メジロドーベル。メジロ家のご令嬢、クールビューティーで知られたあのメジロドーベル。早く開けてよ、追っ手に感づかれる前に早く。静かになったな。諦めたか？それとも追っ手に捕まったか？けど玄関前で騒いだ音はしなかったし。ドボ先生の気配はまだそこにある。ドボ先生はどう出るんだ？同人作家よーん。うほ。今あたし締め切りじゃなくてやべえ追っ手に追われてるわーん。助けてーん。あたしは悪くないのになぜか怒ってるわーん。意味不明よーん。遺憾の意を表明するわーん。ドボ先生が悪いから怒ってるに決まってるだろ。悪いことしてなければ終われないんだよな。部屋に入れてくれるまでこのままずっと続けてもいいのかしらーん。わかった。入っていいからそれやめて。感謝するわーん。だから。それで、今回はどうしたの？冤罪よーん。こんなに爆笑してるトレーナーは初めて見たわ。頼むドボ先生。それやめて。わかったわよ。なんなら私が書いた漫画読むより受けてるわね。なんだか複雑な気分だわ。はぁ、笑った。もう大丈夫？ここまで笑うなんて何年ぶりだろうな。なんなの？トレーナーは今まで感情を失っていたの？それならそうと言ってくれればいいじゃない。私だって微力ながら力になるわよ。そういうわけじゃないけどさ。担当トレーナーがそんな深刻な状態だったことに気がつかなかった私も私だけど。だからそういうわけじゃないんだけど。それでも私たち担当同士でしょ？トレーナーが困っているのなら力になってあげたいの。ドーベル。そりゃトレーナーは何でもこなしちゃうスーパーマンみたいな存在だけど。でも私のこの気持ちは本物なんだから。ありがとう、嬉しいよ。いいのよ、これくらい。普段トレーナーに支えられてるんだしできることくらいはしてあげたいの。じゃあ締め切りを守ることからお願いしてもいいかな？はい、この話はおしまい。ドボ先生さ。それよりも本題に入るわよ。はい。今日も追われてるんだよな。その通りよ。まあさっきドボ先生が自分で言ってたし。言われなくても察せるけどね、いつものことだから。さすが私のトレーナーね、察しが良くて助かるわ。追われていることなんかを察せるようになってしまった俺の身にもなってくれよ。細かいことは気にしちゃダメよ。じゃあ追われることになったその原因の作品はどんなの？もう、せっかちねえ。トレーナー、がっつく男は嫌われるわよ。今すぐ追い出してもいいんだぞ。冗談だってば。はい、これよ。どれどれ。タイトルはムパイファミリー。ファミリーコメディ漫画よ。老若男女問わず楽しめる作品に仕上げたわ。でも追われてるんだよな。それはそれよ。とりあえずあらすじ読んでみて。戦争の達人で名優の二つ名で恐れられるメジロマックイーンは平和を脅かす政治家と接触するため偽装家族を作って政治家の息子が通う学園に養子を潜入させる任務オペレーションおっぱいないないを命じられる。マックイーンは孤児院でドリームジャーニーを養子に迎え隣国でハイネの二つ名で恐れられる凄腕の殺し屋サイレンス鈴鹿を偶然にも妻役に迎え即席家族をスタートさせる。しかしドリームジャーニーにはある秘密があった。ゴリラの秘密ってマフィ。オペレーション名さ。俺はいいと思う。娘役をフラワーか尾行にしない両親がドボ先生にもまだあったか。ドボ先生自分が割とスタイルいいからってさ。自分がそこそこあるやつがこれ書いてるの邪悪だな。尻を打たれる鈴鹿さん。鈴鹿の薄いお尻だと銃弾に耐えられなさそうで不安ですね。ハイネ鈴鹿さんだと痛みを快感に変換してそうですげえやだ。
なかなかいい感じじゃないかしら。そりゃスパイファミリーをパクったらいい感じになるだろ。ロボ先生は人気作品に便乗するの本当に得意だよね。失礼ね、これはビジネスなのよ。そしてビジネスである以上負けは許されないの。なら勝率の高いところを攻めるのは必然でしょ？トレーナーそこんとこわかってる？そもそもロボ先生の同人活動は趣味だろ？ビジネスでやってたわけ？ロボ先生さ、同人活動にかまけてレースをおろそかにするのはさすがに俺も感化できないからな。それだけ真剣だってことよ。ちゃんとレースは走るから安心して。ロボ先生の安心してほど安心できない言葉もないんだよな。うお。しまった。もう嗅ぎつけてきたのね。出てきなさいドーベル、ここに隠れていることは分かっていますのよ。私より大臣さんの方が敵役ですわ、書き直しを要求します。大臣、トップロード、タキオン、ブライアン、成田総出で追い込むぞ。私は成田じゃないね。というかお前は誰なんだ？なんだ、思ったより怒ってないんだな。なんでよ。だって書き直しの要求だけじゃん、殺すとか言われてないだけいいでしょ。嫌よ。ロボ先生。絶対に嫌、書き直しなんてしないから。それこそなんでさ。私はね、魂込めて創作してるの。このムパイファミリーという作品は主人公がマックイーンだからこそ作品として成り立つのよ。主人公がマックイーンじゃなかったらそれはもうムパイファミリーじゃないの。書き直すくらいなら死んでやるわよ。ロボ先生の作品に対する情熱は分かったがひとまず落ち着くんだ。なあロボ先生、マックイーン相手なら何をしてもいいって思ってない？今はまだ書き直しの要求だけだけど下手したら地球でとか要求されるかもよ。身内だし怒らせても怖くないっていうのは確かにあるわね。でも重要なのは本人以外に文句言ってくる子がほとんどいないっていう点ね。これはつまり需要があるってことでしょ？需要はあるかもしれない。けど一人とはいえ犠牲の上に成り立つ需要ってのは俺はいかがなものかと思うね。出た出た、いかがなものかとかいう都合のいい言葉。自分はそう思ってるのに断言せず結論を周囲に委ねる卑怯なやり口よね。マックイーン、同人活動はできなくなってもいいけどレースには支障のない程度に頼むよ。ええ、お任せくださいまし。トレーナー？ここはどこなのよ。自分の創作活動のために他人を犠牲にするクソ同人作家はカラセルーム。クソとはいえ同人作家の端くれなのですから存在くらいは知っているでしょう？知らないわね、そんな私には無縁な場所。ドーベル。いえ、ドボメジロー。私を主人公にして作品を書くのはまあいいでしょう。ですがなぜ私が挑む任務がおっぱいないない作戦なのですか？ムパイファミリーの主人公よ。メジロファミリーの中から選ぶならマックイーンが最適でしょ。命が惜しくないようですわね。アンガーマネジメントよ、6日待って。6日も待ったのなら怒りが6倍になりますわよ。マックイーンはアンガーマネジメントが下手ね。いら。そもそもなんだけどムパイファミリーってすごい縁起がいいんだから。なぜ？無敗。無敗。無敗。ね。無敗イコール無敗に通じるから馬娘としてはとても縁起がいいの。でも春天でそこそこお胸あるライスにマックちゃん負けたよね。というわけでマックイーン、誇りこそすれ怒ることなんてないのよ。わかったら私を解放してちょうだい。なるほど。無敗は誇り。そうよ。だからマックイーンもその薄い胸を張って生きていくことね。ならドーベルの父もそぎますわ。父をそぐ？あら、何を驚いているのかしら。自分で言ったことをもうお忘れ？発言には責任を持ちなさい。いや、それはいくらなんでも猟奇的というか？嘘ですわよ。さすがにそこまではしませんわ。ただし。私をムホホブルンボインに書き直すまで出られないと思いなさい。筆が乗らないわ。お黙りなさい。主人公は絶対に変えたくないというドーベルの作家としての誇りを買っての妥協点なのです。さっさと書き上げなさい。トレーナー、助けてー。ロボ先生は自分の趣味じゃない作品は本当に気質になるからな。ムパイファミリー人気は出そうだけどな。なんでそんなに怒って、と思ってタイトル見返したらそういう意味か。となった。シンプルにセンスが古いよあんた。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。